こんにちは、鉄言です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はもうおなじみになりました JR 奈良駅に来ております。ホテルがこの駅周辺に集中してるっていうこともあって JR 奈良駅によく来るっていう感じなんですけども、なんて言いますか、京都もそうなんですけども、世界遺産があったり、国宝だったり、重要文化財とか、自社が多くね、集まってるので、観光客、国内外のね、観光客が多く集まるところでもあります。そんなおなじみ奈良なんですが、ホテルもおなじみのホテルに宿泊します。そのホテルはこちら。大和ロイネットホテル奈良です。詳細はこのようになっております。今回も予約はジャランの方でしております。一泊朝食付き天然温泉奈良若草の湯大浴場があります。部屋は禁煙のお任せということで、どんな部屋になるんでしょうか。チェックインは14時とアーリーチェックインで、チェックアウトは11時。利用料金は 11,480 円、クーポンで割引の1000円。支払い合計が1万トンで480円となっております。いつもは三条通りとか奈良公園に行く方の東側に出るんですけども、今回は初めて、西側、平城京とかある方ですね、に出るんですよ。実はこっちの方がホテルが多い印象なんで、どういう感じかちょっと、楽しみです。それでは皆さんもご一緒に旅してる気分で最後までお付き合いください。それではどうぞ。西側もロータリーになってて、その上を歩道橋で一周できるようになっています。ホテルなんですが、今見えてる建物の向こう側にあるので、歩道橋をずっと回って道路側に出たいと思います。それでコンビニなんですが、今見えてるところのビルの下に1箇所あります。いや、それにしてもなんか人が少ないですね。東側と全然違います。いや、それにしては全然雰囲気が違いますね。ホテルも多いんですが、マンションとかも多くてベッドタウンって感じでしょうか。まっすぐ歩いていくと大きな建物があります。こちら奈良100年会館と言います。中は大中小のホールがあってコンサートとか演劇が開催されるそうです。なんかホームページ見たら結構大物アーティストが来る予定になっていました。奈良100年会館側に来るとホテルが正面に見えます。歩道橋を歩くと階段しかないので、エレベーターとかご利用の方は駅で、降りてから回られてくるといいと思います。ホテルの下まで来ましたね。こちら裏側ですかね。で、大きな窓があって、こちらはなんかレストランでしょうか。で、大和ロイネットホテル。正面こっちぐるっと回るのでしょうかね。ホテルの前にマホラバキッチンってありまして、飲食店かなんかかなと思ったら、地元の農畜産物を販売しているスーパーマーケットです。なのでちょっとお土産品みたいなものは買えるんですけども、どちらかといえばスーパーなので、コンビニ感覚で利用するようなところではないと思います。そしてこちらがホテルの正面玄関です。なんていうか奈良らしい和柄な模様がね、綺麗ですね。それではね、チェックインしていきます。それと一つ言い忘れてましたけども、こちらまだ2025年の動画なのでクリスマスの飾り付けがしてあります。チェックインの方はフロントで一度案内を受け、カードキーを受け取って自分で端末に挿入して、読み込ませ、チェックインが完了という形です。で、今回は8階の802号室。お任せなんでどんな部屋なんでしょうかね。楽しみですね。そして部屋にはアメニティがないので、こちらのアメニティコーナーから必要な分だけ持っていきましょう。で、今回大浴場があるので、ボディタオルとか、あとバスタオルとかも、大浴場に用意してあるそうなので、持っていく必要はありません。そしてフロントロビーは古都奈良をイメージしたデザインとなっております。で、エントランスのちょうど裏側ですね、こちらレストランの入り口となっておりまして、朝食会場はこちらです。で、まだクリスマスの、飾りが置いてあります。で、
エレベーターは3基。なので、エレベーター渋滞はあまりないかなと思います。で、8階に着きました。なんかすごい、この床が、なんか石畳っていうかね、なんて言うんですよね。石庭っぽい感じもしますね。で、鹿のイラストが散りばめられて、入って横にランドリールームでしょうか。で、その横ですね、802号室。では、入室します。綺麗な感じですね。でもちょっと狭そうな感じもします。和モダンでいいですね。鹿が、なんか、桜で鹿が描かれてるって感じで、なかなかいい感じです。で、クッションもちょっと和風でね、和柄っていうか。で、テレビはホテルインフォが流れているタイプです。結局部屋は一番小さいタイプのスタンダードダブルでした。で、いやー、なんとかロワベ、ウベモっていう、わかんない。読めないです。それでは玄関から見てまいりましょう。玄関ドアがね、木目調でなかなかいい感じです。で、避難経路を確認します。鹿のアイコンがね、あなたのお部屋です。で、マグネットのやつがね、2つついてます。で、その横にハンガーパイプとハンガーが8本ありますね。で、ランドリーバッグかなと思ったら、これは洗濯物をね、かけとくやつですね。で、バケージラックがあって、金庫とアイロンと下にスリッパと靴を入れれるスペースがあります。で、ブラシやら、靴べらがあります。その横に全身鏡がありますね。で、コンセントもついてて、で、その横なんですが、これなんでしょうね。溝がありますね。おそらくハンガーとかを引っ掛けれるようになってるのかなと思います。そしてこの扉はまあ分かってると思いますが、開かないです。なぜか鍵がロックされてました。で、10円玉を使って開けます。で、中へ入ると、もちろんユニットバスです。いや、いい感じなんですが、本日は大浴場があるのでね、お風呂は入らないです。もうさっと見るだけでね。タオルなどはね、大浴場にもあるそうなので、ここのは持っていかなくてもいいそうです。いやー、ピッカピカ綺麗ですね。ほんで広めですし、湯船も大きいですね。いやー、もったいないな。部屋に戻ってきて、まず目につくのがこの椅子と小さいテーブル、そしてその下に分別できるゴミ箱があります。ダイワロイネット必ずありますね。で、ズボンプレッサーがあって、空気清浄機。これ僕の家にあるのと同じような形してますね。で、デスクがいい感じ。こういうの憧れるんですよね。で、両方木目調なんですが、両方とも違いますね。いやー、欲しいな、これ。で、テレビは70インチぐらいあるでしょうか。で、埋め込まれてます。そしてホテルインフォがずっと流れていまして、その横にエアコンのスイッチがあります。吹き出し口はこの真上にあります。デスクの上にはティッシュとリモコンと、そしてミネラルウォーター。これは必ずありますね。で、ダイワロイネットホテル初のリゾートホテルが沖縄に誕生するそうです。で、ホテルの案内と、時計がありますね。で、電気ケトルとトレーと、下にメモ。そして電話と、コンセント2つと USB があります。そしてデスクの照明のスイッチ。で、椅子もいい感じですね。下の戸棚を開けるとコップがちょっとアングルがずれてますけども、グラスと、マグカップ。で、スプーンとかがありますね。で、下にアイスペールがあって、で、もう一つの扉を開けると冷蔵庫があります。で、ドアポッケのないタイプで、お水入れておくんですが、ちょっとペットボトルがね、入りづらいです。そして館内着が2ピースタイプ。後で見ましょうか。ベッド脇にはこの照明がね、
はい。ベッドライトですね。これくるって回るタイプですね。こんな感じで。そしてコンセント、USB と照明のスイッチ。で、下にちょっとした棚があります。で、ピンクのね、このクッションがね、柔らかいやつです。そして枕がでかくてふわっふわっとしたタイプです。さて、やっていきましょうか。いやー、これちょっと今日は無理かな。やっぱり無理でした。完全に足元すくわれましたね。いやー、25点です。で、ベッドの弾力はね、結構沈みますね。柔らかくて沈むタイプです。でも横になったらね、いい感じです。そして窓の外の景色はどうなってるんでしょうか。明るいかなと思ったんですが、あらら。隣のホテルとの間ですね。来るとき見た裏側って言ってたのがここかなと思います。ちょっと残念です。はい、それでは外出していきます。ホテルの敷地内はね、コインパーキングになっています。で、入り口にはダイヤロイネットホテルって看板があります。そして駅の東側ね、人も車もね、多いですね。こちらの方が。で、こちらはお宿のね、以前に動画ありましたけども、一番再生回数多かったです。で、三条通りに出まして、ここからまっすぐね、奈良町の方に向かいたいと思います。そしてこちらがね、以前行こうと思った大行列でちょっとね、行けなかったんですが、大仏いちごってね、いちごのスイーツとか、まあ、いちごも売ってるんですよ。また後でね、行ってみようかなと思います。そしてずーっと歩いていても、この辺は奈良町ですね。持井戸の商店街。昔ながらの商店街って感じでね、こうやって和菓子屋さんとかね、いや、美味しそうな、で、カレーもね、なんかあってね、こういうちょっとカフェっぽいお店とかもいっぱいあるんですよ。こちらは奈良漬けのお店でしょうかね。こうやって見るとね、ちょっと細長い商店街って感じですが、ね、スーパーとかがあって、ここね、どっかで見たな、これ多分有名な店なんですよね。で、ここなんていうところですかね。もちど夢キューブですね。こちらね、若い人たちが自分の夢を叶えるために、起業をするために新規出店して奈良町を盛り上げようというところです。そしてこの先のところにもね、クラフト雑貨のお店がね、たくさん集まってるところがあるんですよ。いや、こういうの女子は好きかなと思います。もう見てるだけでもね、結構楽しいんですよね。で、もっと先に行くと、これちょっとうまそうですね。マツコの知らない世界でしょうかね。これ紹介されたのが。絶対美味しいと思いますよ。さらに進んでいくと、下三門商店街ってさらに細くなった商店街で、なんかいい雰囲気の、なんかこの薬膳のお店ですかね。いや、こういうのなかなかね、出会う機会がないので、行ってみたいですけど。で、こちら、なんでしょうね、サブカルチックなお店が、なんか、みそのビルのね、なんか、ちょっと懐かしいですね。あんな感じかなと思います。で、進んでいくと、すごい古民家ですね。これ家かなと思ったら、焼き鳥屋さんでした。ちょっと入ってみたかったんですが、準備中でした。いや、残念ですね。で、この辺りでだいたいお店とかは終わりかなっていう感じです。で、ぐるっと回ってきたらね、またね、こういったお店がね、これはぜんざいのお店っぽいですね。もう絶対美味しいの確定ですよ。なんかすごいオタクですね。いやー、こうやって古民家がね、カフェみたいなとかショップになってまして、そしてちっ
ちゃな神社があるなと思ったら、皆さん写真を撮ってるんで、何かなと思ったら鹿が迷い込んでましたね。そういえばここ奈良っていうのを忘れてました。いや、鹿さんも参拝してるんでしょうか。いや、でもここほんといいところですね。なんか散歩してるだけでもね、すごい楽しいです。そしてこの先にあるのが猿沢池。もう奈良に何回も来ているのに、ここに全然来なかったんですよね。これ見てください。すごい綺麗な池でしょう。で、水面にね、景色が反射してね。いやー、いいですね。で、正面のこの建物なんかなと思ったら五重塔でしたね。今補修工事中で今こんな感じになってます。池沿いに歩いていきますと階段があって、上がっていくと興福寺ね。南栄堂。この建物がそうですね。で、階段の下には、お土産屋さんですね。参道とかにあるようなお店です。まあ、平日なんで、空いてる店も少ないですね。で、三条通りに来まして、東向き商店街。そろそろご飯食べたいなと思います。東向き商店街の中にあるこちら、さらそば文楽さんに入ろうと思います。こちら、伊豆しそばや播州うどんが食べられるお店です。今回この伊豆しそばを食べるんですが、伊豆しそばとは兵庫県豊岡市伊豆市町の郷土料理で、手小皿に小分けにされたそばを盛り、わんこそばのように割りこ式で提供されるそばです。通常一人前5皿ですが、箸の長さだけお皿を積むと成人男性の一人前であると言われています。また、わんこそばのように皿数を競う大食い大会も開かれるそうです。注文はタッチパネルで、先ほども言いましたけども、一人前5皿で追加でお蕎麦1皿から注文できます。今回は普通にご飯が食べたかったので、名物皿そばミニ天丼セットを注文しました。こちらです。お蕎麦が5枚と、で、ミニ天丼って言ってますが、結構具材多いですね。で、こちら薬味です。そしてお蕎麦は食べ方がありまして、まずは2枚だけ、少量の、おつゆをつけて、薬味を乗せて食べるそうです。それではいただきます。いやー、美味しいですね。ちょっとつゆの量が少ないので、でも蕎麦の香りがしてね、美味しいですね。そして天丼はきつね色した天ぷらが何とも言えませんね。天丼の天ぷらって感じがします。いや、これも美味しいですね。甘くてね、タレが。いや、美味しいです。2枚目を食べ終えたら次のステップです。まずはそばチョコに少量のだしつゆを入れて、わさびを入れて溶かします。そしてとろろを入れて、さらに卵の黄身だけを入れます。そして一生懸命ひたすらよくかき混ぜ、ネギごまを入れてまた軽く混ぜます。次に中身が器の半分ぐらいになるまでだしつゆを追加して軽くかき混ぜ全体をなじませ完成となります。ちょっと今卵の黄身と白身を分離しています。で、かき混ぜてつゆの完成です。それでは3枚目いただきましょうか。これも美味しいですね。卵が入ってね、ちょっとまろやかになりますね。そばってやっぱりね、つゆが決め手だと思うんですよ。濃いつゆがね。だから卵を入れるのどうかなと思ったんですが、黄身だけを入れるとね、やっぱりね、水っぽくなくてね、これはこれで美味しいかなと思います。そして天つゆが甘くて濃いつゆなので、もうガツガツ食べれて本当美味しかったです。そしてお蕎麦の締めはやっぱり蕎麦湯です。
いや、卵が入ってるからね、ちょっとどうかな。あんまり卵入ってるおつゆをそば湯で割るっていうのを、なかなか僕は初めてかなと思います。ちょっと軽くかき混ぜ、なんとなく紅茶っぽく見えますね。これはこれで美味しいかなと思います。でも卵はいらないかなと思いましたね。で、蕎麦湯が少し余ってたので、そのままいただきたいと思います。ちょっと濁ってますけど、そのままでも結構美味しかったです。ごちそうさまでした。ホテルに戻ってきました。大浴場に行くのに館内着に着替えました。なかなかね、着心地良かったです。鹿の刺繍が入っています。大浴場があるのは2階。奈良温泉若草の湯です。2階にやってきました。エレベーターを降りてすぐのところ、左側ですね。お得湯です。その向かいにあるのが自販機コーナーです。で、トイレと洗面所があります。そして隣がソーシャルコーナー。大きなね、テーブルがあって、どんちょうが綺麗ですね。で、結構、人がいないのでね、今静かなんで。で、本とかが置いてあったり、で、大きなテレビがあって、で、その隣が、畳の部屋です。で、折り紙がね、これ自由に折っていいそうです。広さは8畳と板の間があります。で、下が掘りごたつになってて、こちらにも大きなテレビがあります。いや、なかなか雰囲気いいですね。こちらなんか体験教室みたいなのやってたそうなんですが、今やってないかもしれませんね。この向かって右側にあるのが女湯です。で、少し戻ったら、アイスクリームで、これ、湯上がりサービスですね。湯上がりアイスサービスがありますね。後でいただきます。それではお風呂入っていきます。こちら大浴場。この桜の木が描かれている方が女湯で、男湯は松の木です。まあまあ広くてね、10人ぐらい入ったらいいところかなって感じです。女湯にはハートの浴槽があって、男湯の方は寝湯になっています。寝湯といっても新幹線のリクライニングマックスで倒したぐらいですね。そして洗い場が多分10箇所ぐらいあったと思います。なかなか広かったです。そして脱衣所が綺麗ですね。これはなかなかポイント高いです。あとバスタオル、フェイスタオル、ボディタオル。で、カミソリなんかも用意してあるので手ぶらで入ってこれます。そして女湯のパウダールームは個室タイプになってて、女優ライトも貸し出しできるそうです。いやー、いいお湯でした。湯上がりアイスサービスね、いただきましょうか。で、左側がちょっと開かなくて、右側を開けるとシューアイスがいろいろありましてね、こちら多分何個経ってもいいんですが、常識の範囲でね、ちょっと2個もらいたいなと思います。シューアイス抹茶と奥手を伸ばして入れたら、アイスキャンディーありましたね。これラムネかな。ソーダですね。こちらはソーダ味ですね。いや、もう冷たい冷たい。これは湯上がりは最高ですね。続いて抹茶のシューアイス。もう一口でいっちゃいます。いや、これもなかなか美味しいですね。そんなに甘ったるくなくてね、ちょうどいいです。そしてついでなんでこちらいただきます。大仏いちご。奈良町から帰りに三条通りにあるアパホテルの動画撮ったと思うんですが、そこの前にある大仏いちごさん。あの時はゴールデンウィークで大行列だったので、今日は空いてましたね。
で、こちらいろんないちご大福があって、いちごの種類もそうなんですが、あんもね、いろいろ種類があります。そして柿が売っててね、で、柿丸ごととかね、いちごもそのままパックで売ってたり、そしてカットされた柿カップといちご大福、買って帰りました。それでこの柿見てください。もう熟してもう蜜がね、トロトロですよ。これがまためちゃくちゃうまかったです。本当にこんな甘い柿食べたのは初めてってぐらい甘かったです。もう完全に熟しきっててね、硬さが全くなかったです。で、ついつい食べ過ぎて全部食べるところだったんですが、もうちょっと夜のためにね、残しておきます。それではちょっとテレビのホテルインフォを見ていきましょうか。大浴場の混雑状況です。やや混んでるってなってますね。ちょっとね、僕が入った時は空いてたので良かったです。そして朝食の混雑状況もね、見れるけど、今は関係ないですね。で、ランドリーの使用状況をね、確認できます。ランドリールームが僕の部屋の隣なんで、ちょっと見てみましょうか。ドアを開けて中に入ると明かりがつきます。で、自販機やら電子レンジで洗濯乾燥機が2台と、製氷機、そして奥に喫煙ルームがあります。自販機はアルコールは買えませんね。で、洗濯乾燥機は、電子マネーが使えるようですね。それではお腹が空いてきたので夜ご飯食べたいと思います。こちら駅のところで買ってきたわさび外しになります。わさび葉ですね。わさびの葉を多分塩漬けにしたやつを巻いてるお寿司です。そして柿の葉寿司も買いました。まずはサバのわさび葉寿司。で、黄色いのは卵みたいですね。これが辛くはないんですが、わさびの風味がしてて、サバの脂がすごい乗っててめっちゃ美味しかったです。次はうなぎ。わさび外しでうなぎってどうなんですかね。うなぎは大好きなんですよ。でもこれタレもかかってないし、ちょっとこわごわなんですが、めっちゃ美味しかったです。油の乗りがサバの倍ぐらい乗っててね、めちゃくちゃ美味しかったです。ちょっとね、わさびの葉がベローンとなりますけどね。ちょっとね、プチプチってした感じもね、いいんですよね。そして最後のわさび外しが、レンコダイというタイの中でも小さめのタイだそうです。正式にはキダイと読むそうなんですが、これがね、めっちゃ酸っぱかったです。美味しいは美味しいんですが、めちゃくちゃ酸っぱすぎてね、なんじゃこれと思ったぐらい酸っぱかったです。ちょっと葉っぱがちぎれなくてね、お見苦しいところ申し訳ないです。ちょっとモザイクでもかけておきます。ただただ酸っぱいです、これ。ちょっとお口直しに柿の外しのサバを食べたいと思います。このサイズ感いいですね。一口で食べれますね。やっぱり柿の外しはサバですね。ただこれがですね、さっきの酸っぱいのを引きずっててね、これが全然美味しくなかったんですよ。いや、これ参りました。で、残りの2個食べなくて、次の日のお昼に食べたんですよ。そしたらめっちゃ美味しかったです。なんかやっぱり酸っぱいの引きずってたんでしょうね。そして次こそ、お口直し、大仏いちごのいちご大福です。上に乗ってるいちごはコトカという品種です。そして鹿のビスケット。正直これいらんかなと思います。中にはね、こしあん、ちょっと粗めのこしあんかな、入ってまして。ちょっといちごと餅とあん、いっぺんに食べたいなと思います。いや、これね、めちゃくちゃうまかったです。このコトカといういちごがね、まためちゃくちゃ甘くてね、美味しかったです。いや、ここまで甘いいちご食べるの久しぶりですね。この綺麗な断面はね、美味しいいちごの証なんですよ、多分。いや、これはちょっとね、
高かったんですが、めっちゃ美味しかったです。それではそろそろいい時間なので寝たいと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。朝から大浴場入ってきました。結構人多かったですね。朝食は6時半から10時、ラストオーダーが9時半となっております。混雑状況を確認するとずっと混雑で、もうしょうがないので9時に行きました。朝食会場は1階レストランアスカでいただきます。奈良らしい和風の店内は広々としております。窓の外を見ると奈良100年会館が見えております。料理の方はビュッフェで、和洋中いろいろ種類があるんですが、そこまで品数多い印象はなかったですね。そして乳麺もありますね。ね、おばんざいもありますし、残念なことにカレーはなかったんですが、代わりにミネストローネがありました。デザートもね、いろいろフルーツなんかもありまして、パンもね、ありますね。今朝の1膳目です。かなり控えめに持ってきました。で、プレートの左下はね、これグラタンです。汁物に乳麺とミネストローネ取ってきました。で、奈良漬け。それではいただきます。まずミネストローネ。これ朝食ビュッフェのね、ホテルのミネストローネってもう間違いなく美味しいんですよね。なんででしょう。で、朝食にシューマイの確率結構高くないですか？それでこれ、ブロッコリーとお豆のサラダなんですが、これなんか美味しかったですね。そして酢の物がね、なんか最近好きなんですよね。年取ったんかなって思います。そして乳麺。昨日本当は伊豆そばじゃなくて乳麺食べたかったんですけど、まあ、お昼休みの店多かったんでね、食べれませんでした。このグラタンなんですが、なんか妙に美味しかったですね。ふわっふわしててね。おかわりに茶がゆ入れてきました。ちょっと塩昆布でね、塩系プラスした方が美味しいです。まあ、梅干しでもいいかなと思います。茶がゆって英語でどういう表現するんですかね。あれかな、ジャパニーズティーリゾットとかですかね。やっぱりリゾットと違って、おかゆ自体は薄味なので、こうやって塩昆布とかね、お漬物を乗せて食べると美味しいです。いやー、美味しいですね。食後のコーヒーにデザート、抹茶わらび餅とプチシュー、そしてフルーツ。まずは抹茶わらび餅。これがプルプルしててね、美味しかったです。絶妙な苦さと甘さが良かったです。そしてプチシューがね、これもね、すごい中のクリームがすごいんですよ。甘くてね、こう割ったら溢れ出てくるんですよね。いや、これなかなか美味しかったです。フルーツも新鮮で美味しかったですね。コーヒーはテイクアウトできないので店内でいただきます。お腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。それではそろそろ帰りたいと思います。お任せプランでね、一番低い部屋だったんですが、でも綺麗でね、広さも良かったと思います。ありがとうございました。では、チェックアウトしてきます。それにしても本当に静かで
ぐっすり眠れましたね。それでは評価の方をやっていきたいと思います。まずはアクセス。JR 奈良駅から徒歩約3分ということで、迷うことなくホテルまでたどり着けるのは、これはもう星4つですね。そして立地なんですが、駅の東側、三条通りの方と比べると、もうちょっと静かすぎるかなというのが。で、何も、ないっちゃないからね。やっぱり東と西では全然違うなという印象でした。建物設備は古都奈良をイメージした和風のね、デザインでね、良かったと思います。あと大浴場、そしてソーシャルコーナーがね、やっぱり良かったんじゃないでしょうか。そして部屋はスタンダードダブルで一番グレードの低い部屋なんですが、めっちゃ綺麗でした。そして静かでした。もうこれにつきますね。で、サービスは、フリードリンクはなかったんですが、湯上がりのアイスサービスがね、あったっていうのだけでもね、全然いいと思います。そして朝食は、ビュッフェで、特にこれが良かったっていうのはなかったんですが、平均してね、美味しい料理だったと思います。というわけで、総合評価は 3.3。三条通りの方とは違ってね、とても静かでね、やっぱり大浴場が良かったですね。だからゆっくりと静かに過ごしたい方はこちらのホテル、超おすすめです。今回、伊豆しそば初めて食べたんですが、なかなか面白いですね。美味しかったです。で、奈良の郷土料理ではないんですけども、またね、食べる機会があったらね、ちょっと杯数ね、皿の枚数か、挑戦してみようかななんて思っています。1枚確か160円って書いてたんで、10枚で1600円。今回でならもう5、6回来てますかね。でも最近はもうお寺とか全然行ってないんですよ。多分最初の頃行ったきりだと思います。なのでちょっと次回はね、ちゃんと、お寺さんとか行ってみようと思います。そして今回が2025年撮影した最後の動画となっております。なので、もうクリスマスツリーはないと思います。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントもよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。